史上初キリスト教を公認したローマ皇帝の生涯。イントロダクション。ローマ帝国の歴史において、キリスト教の公認は最も重要な出来事の一つでした。今回は、その歴史的な決断を下ろした、コンスタンティヌス一世の生涯について、ずんだもんと四国メタンが対話形式で解説していきます。若き日のコンスタンティヌス。コンスタンティヌスってどんな人なのだ？コンスタンティヌスは272年頃に現在のセルビアにあたるナイススで生まれたの。父親のコンスタンティウス・クルルスは後に西ローマの統治者となった有能な軍人だったわ。母親のフェレナは後にキリスト教の聖人として崇拝されることになるの。幼い頃はどんな生活を送っていたのだ？若い頃は皇帝ディオクレティアヌスの宮廷で人質として過ごしていたの。そこで軍事と政治の教育を受け、優れた指導者としての素質を磨いたわ。すごいのだ。でもどうやって皇帝になったのだ？306年に父親が亡くなった時、軍隊が彼を皇帝として推挙したの。当時のローマ帝国では四帝体制が取られていて、複数の皇帝が帝国の各地域を統治していたのよ。ミルウィウス橋の戦いと転機。複数の皇帝がいるなんて大変そうなのだ。実際に争いは起きたのだ。特に重要だったのが312年10月28日のミルウィウス橋での戦いよ。ライバルのマクセンティウスとの決戦の前夜、コンスタンティヌスはさらに十字架の印を見て、この印のもとに勝利せよという神のお告げを受けたと言われているわ。それでキリスト教を信じるようになったのだ。具体的にはどんな戦いだったのだ？その通りよ。コンスタンティヌスは兵士たちの盾にキリストのモノグラムを描かせて戦いに挑んだの。ティベル川に架かるミルウィウス橋での激戦の末、マクセンティウスの軍を撃破し、マクセンティウス自身も川に落ちて死亡したわ。この勝利が彼のキリスト教への改宗の決定的な転機となったの。ミラノ直令とキリスト教公認。キリスト教を公認するってすごい決断だったのだ。当時はキリスト教徒って迫害されていたのだ。そうよ。313年、コンスタンティヌスは東方皇帝リキニウスと共同でミラノ命のリレーを発布したの。この命のリレーによってそれまで迫害されていたキリスト教徒たちは信仰の自由を得られただけでなく、没収されていた教会の財産も返還されることになったわ。どうしてそんな大きな決断ができたんだ？政治的な判断も大きかったわ。帝国の統一と安定のために新しい精神的支柱が必要だったの。またキリスト教会の組織力を帝国の統治に活用しようという狙いもあったと言われているわ。彼自身は死の直前まで洗礼を受けなかったけれど、キリスト教の保護者として多くの教会を建設し、聖職者に特権を与えたりしたのよ。コンスタンティノープルの建設。新しい都も作ったって本当なのだ。どんな都市だったのだ？324年にリキニウスを破って帝国を統一した後、330年に古代ビサンティウムの地に新しい首都コンスタンティノープルを建設したの。この都市は古代ローマの伝統とキリスト教文化を融合させた画期的な都市計画に基づいて作られたわ。なんでローマじゃなかったのだ？東西の交易の要所で軍事的にも有利な場所だったからよ。ボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの境界に位置し、黒海と地中海を結ぶ重要な海上交通の要衝だったの。新しい都は異教の神殿を持たない初のキリスト教都市として設計され、数々の教会や宮殿が建設されたわ。まとめ。コンスタンティヌス一世は、キリスト教を公認することで、ローマ帝国の歴史に大きな転換点をもたらしました。彼の決断は、その後のヨーロッパの歴史や文化に深い影響を与え、現代にまで続く重要な歴史的遺産となっています。337年に死去するまでの彼の統治は、古代ローマから中世ビザンティン帝国への橋渡しとなる、重要な時期として歴史に刻まれることとなりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。